こんにちは。当動画はフリーCAD超初心者の方向けステップアップ動画の第4回目です。背景で回っているテープカッター兼ペン立てを作っていきます。今回の目標は1、データ無平面を学ぶ。2、補助線の復習。3、ポケットの復習です。前回はテープカッター部品とテープカッター部品をはめ込むへこみを作成しました。また補助線の使い方やポケットの使い方を学びました。続編ものとなりますので、前回動画を見ていない方は概要欄リンクをご覧ください。説明が早すぎる部分は一時停止しながらご覧ください。では、習うより慣れようの精神で始めましょう。画面に表示されている通り、水色の部分が本体です。本体にテープホルダーがスポッとはまるような扇形の溝を作成します。実際にテープホルダーをはめ込んでみると、こんなイメージです。では、ちょっと見づらいので、本体を輪切りにして見てみましょう。フリーCAD 1.0.2 があまりに不安定なので、輪切りは旧バージョンで行います。一応説明しますが、まず、メニューの表示、断面を選択します。クリッピングというダイアログが表示されます。クリッピング前後にチェックを入れます。すると、画面の通り、図形が真っ二つになります。これで断面が見れるようになりました。この機能は図形を切断するのではなく、あくまで断面を見るための機能ですので、そこは誤解のないようお願いします。さて、断面の赤枠で表示している部分を作成します。設計図だとこうなります。黄色の円を中心として半径 15mm の扇形と半径 20mm の扇形の形状となっています。緑色の円が座標の中心だと思ってください。さて、これを作図するためのスケッチを用意する必要があります。先に結果をお見せしますが、このように塔と塔の真ん中にスケッチを作成してポケットを使って左右にへこみを作ります。見づらいので拡大するとこんな感じで、ちょうど塔と塔の中心にスケッチを作成しているのがわかりますでしょうか？さて、ここにスケッチを作成するにはどうすればよいでしょうか？いろいろ方法はありますが、今回はデータ無平面というのを使います。データ無平面って何？という話ですが、データ無というのは基準という意味です。データ無平面以外にもデータ無点とかデータ無線などデータ無シリーズがあります。あまりにも応用範囲が広すぎるので一言では語れません。あくまでウプ主の主観ですが、 3D 空間のどこにでも配置できる補助線のようなものと表現しておきます。この 3D 空間の補助線あるいは補助点、補助面を使って様々な位置や角度に物体を作成することができます。では、一番簡単な例として斜めの面に平面を作ってみます。ちょうどテープカッター部品の面取りを行った部分が斜めの面ですね。そのままスケッチアイコンをクリックしてください。デフォルトで選べる基準平面は XY、XZ、YZ 平面です。後から別の平面に変更できますが、デフォルトはこの3平面だけだとわかります。では、一旦キャンセルしてデータ無平面アイコンをクリックしてください。データ無平面アイコンは画面上の四角枠のアイコンです。データ無平面のパラメータが開きます。このアタッチメントモードの項目を見ても様々な方法で平面を定義できることがわかります。では、今回は一番簡単な平面を選択してみましょう。平面を選択したらどこの平面を基準にするか選択します。テープカッター部品の面取りを行った部分を選択してみてください。こんな感じで斜めの平面に沿って斜めの基準面が定義されました。では OK を謳歌しましょう。モデルツリーのリストにデータ無プレーンというのが生成されています。これがデータ無平面です。これを基準面としてこの面にスケッチ平面を作成することができます。ではデータ無平面を選択してスケッチを作成しましょう。あとは適当にスケッチして立体化や穴あけを行ってみてください。ちゃんと斜めの平面に形状が生成されるはずです。これが最も初歩的な使い方です。同じデータ無平面を基準に生成した形状はデータ無平面の移動や回転に追従します。使い方次第ですが、応用の幅が非常に広いことがわかります。これはデータ無点、データ無線を使った例です。
画面に表示している通り、塔と塔の隙間にピラミッドみたいな形状を作ってみました。まず対角点4点を基準に2本の対角線となるデータム線を作成します。次に2本のデータム線の交点をデータム点として作成します。塔と塔の隙間の平面とこのデータム点からピラミッドを作成しています。細かい解説は省きますが、こんなこともできますという例だと思ってください。このピラミッドの面にもデータム平面を作成することができます。データム点は単純な位置情報だけではなくベクトル情報も持っています。データム線は特定の点と点による線分ではなく、空間における方向や軸を定義する無限円のベクトルです。このおかげで 3D 空間のどの位置でもこのベクトル線を基準とした図形を配置したり条件を定義できます。まさに2次元スケッチの補助線機能の3次元版のような役割ですね。とにかくデータムシリーズはいろいろ応用ができます。説明が長くなってしまいますので、ざっくりした解説は以上とします。さて、話を戻して丸で囲ったテープホルダーをセットする溝を作成していきましょう。これをスケッチする平面をデータム平面で定義します。まずはボディがアクティブか確認します。ボディで右クリックしてアクティブなボディにチェックが入っていることを確認します。続いて画面の赤丸で表示した2つの頂点をコントロールを押しながら選択します。次にデータム点アイコンをクリックします。選択した2点の中間にデータム点が作成されています。アタッチメントモードは重心としてください。なぜ質量がない点なのに重心なのかと思いますが、質量がなくても比較的な平均点を算出する仕様のようです。ではこのまま OK を謳歌してください。さて、また同じく2点を選択します。今度は平面と直行する線を定義します。ツールバーのアイコンからデータム線を選択してください。選択した2点を通るデータム線が作成されています。アタッチメントモードは2点を通過としてください。ではこのまま OK を謳歌してください。これで2点の中心となるデータム点と2点を通るデータム線を定義できました。この点と線で平面を定義できます。具体的にはこのデータム点を通りデータム線に垂直な平面を定義します。それではコントロールキーを押しながらデータム点とデータム線を選択しましょう。モデルツリーで選択してしまいましょう。次にツールバーのアイコンからデータム平面を選択してください。エラーが出てますが、アタッチメントモードがおかしいだけです。エッジに垂直を選択してください。つまりデータム線に垂直でデータム点を通る平面ということになります。こんな感じで塔と塔の中央に黄色い平面が作成されました。どうすれば期待した場所に平面を作れるか、幾何学の概念が必要ですが、トライアンドエラーで試してください。では OK を謳歌してください。モデルツリーにデータム平面が追加されています。これでスケッチ基準面の定義が完成しました。データム点、データム線はもう使わないので、モデルツリーの目のアイコンをクリックして非表示にしておきましょう。ちなみに実は2点を選択してそのままデータム平面をクリックしても同じように平面定義できてしまいます。アタッチメントモード完成に3というのを選択します。おそらく正しい平面が定義できますが、警告メッセージが出ます。平面は正しくても手順は正しくありませんので注意してください。ではデータム平面を選択してスケッチアイコンをクリックしてください。これでスケッチ平面を生成できました。スケッチ平面より手前にある部分が邪魔ですね。セクション表示ボタンを使ってスケッチ面に沿った断面を表示しましょう。これでスケッチできます。ではこの扇形の中心地まで 80mm の補助線を描きましょう。画面上の紫の線です。構築ジオメトリモードにして直線を選択します。では補助線を描いていきましょう。スケッチの原点がちょうど支点位置となります。補助線は描けましたでしょうか？今度は設計図通り半径 15mm と半径 20mm の扇形を作図します。構築ジオメトリを通常スケッチモードにして円弧を選択します。では半径 15mm と半径 20mm の円弧を作図しましょう。
円弧の中心をクリックして半径 15mm 分、下方向と左方向の2点をクリックします。半径 20mm の円弧も同様に中心点と下方向、左方向の点を選択して作図します。あとは円弧の点と点を直線で結んで扇形を完成させましょう。いかがでしょうか？ちゃんと描けましたでしょうか？あとはポケットを使ってへこませましょう。ではスケッチを閉じます。見づらいのでデータムプレーンの目のアイコンをクリックしてデータム面を非表示にします。作図した図形がちゃんと表示されていますね。次はポケットでへこませるのですが、設計図を確認します。この設計図通り 38mm 中央の図面から両サイドにへこませることになります。ということでまずはポケットアイコンをクリックしましょう。ポケットパラメータダイアログが表示されます。長さは設計図通り 38mm と入力します。次に面に対象のチェックボックスにチェックを入れてください。面に対象のチェックボックスはスケッチ面を挟んで両側に指定した長さの半分ずつポケットを作成します。今回の場合長さ 38mm なのでスケッチ面を中心に両側に 19mm ずつポケットが作成されます。あとは OK を謳歌して完成です。いかがでしょうか？これでテープホルダーがスポッとはまる溝の完成です。以上、お疲れ様でした。当動画の目標は達成できましたでしょうか？今回はデータム平面の話がメインになってしまいました。データム平面は物体を特定の高さに配置したり、基準となる平らな面を定めるための見えない床や壁として機能します。データム平面はいろんな使い方ができます。それからデータム点やデータム線についても押さえておきましょう。3次元空間における正確な位置と方向を定める基準線です。通常の点や線と違い、図形と定義されませんので、見えない補助線として機能します。さて、次回はサブシェイプバインダーか、リンクか、LCS か、どういう話にするか決めてません。動画出すの遅くなったらごめんなさい。相変わらず、更新日は未定です。それでは、今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。